はい、おはようございます。おはようございます。はい、久しぶりです。お久しぶりでございます。はい、じゃあ今日はですね、じゃじゃん。はい。もっといっぱいあるんですけど、今回っていうかいつもね SJT に協賛していただいてる SSK さん、そのスピードラ製品、これねSSK さんが SJT のね協賛を出してくれたのとともに、ちょっとね Z とか 25R の新しい商品があるんで、ぜひつけてみてくださいっていうことで提供いただきました。はい。ね、ちょっとカスタマイズしていこうと思います。はい、やっていこう。いこう。はい、今日は、じゃあ何をつけますか、今日は。今日ね、何気にね、すごいいっぱいいただいておりまして、はい、まずこの大きいのは、はい、Z のアルミの削り出しのフェンダーです。ただこれね、この子ロングテールにしてて、ちょっと一体型のやつ使ってんだよね、はい、なのでつかないんで、これタギさんにプレゼントします。はい、じゃあ私の Z につけますということで、これちょっとね、今回は違う動画にしよう。はい、はい、つけないで、次タギさんバージョンの時に、カフェの時にね、はい、つけさせていただきます。はい、あとはこれアルミ削り出し、すごいね。そうそうそう、アルミ削り出しのサイドグリップだって。ああ、持つやつか。そうだね、今ね何にもついてないの私。ああ取っちゃったからね。そうだね、取っ払っちゃったから、そこにつけるアルミ削り出しのグリップです。はい、はい、あとはこれなんていうの、これハンドルクランプ、ハンドルの上のところにそうだね、そうだね。あやさんでもホイールゴールドだからさ、いけんちゃう。そうだね、赤と金とね。だんだんカラフルになっていくよ、私のバイクも最初黒じゃねえなんじゃねえって言ってたのにね。もうカラフルだね、本当に。そうです。今のがね Z のパーツ、はい、でこっちが 25R のパーツで、 Z からやっちゃうか、サクッとつく方、Z の方からやっていこうと思います。はい、まずこれを出してみようっていうね。そうだね、どんな代物か。おお、なるほどね、そういうタイプね。そういうことね。右と左であれか、別々につける感じか。そうだね。やっぱ削り出しだからね、重い重厚感がある。ああ、かっこいいな、でもな。ね、こんな感じ。これこういうタイプは見てないな、俺。見たことない。こういう感じか。そうだね。左右につく感じね。なんかバージョン、全体バージョン大体一周してる、ぐるって。ここか。これをつけてるからつかないんだよ、多分。ああ、そういうことね。そこにつければいいのか。こういうことでしょ。で、上つけるとこある。上？あ、ここある。この穴じゃないの。ちゃんとマニュアル見た。こんな時の取説です。かますんだね、ほら。カラーをかまして、こことここでさっき言ってた。ああ、なるほどね。じゃあここなんか赤いのつけてるけど。そうだね。それを取ってつけて、はい、この下のとこにカラーかませて、はい、つければつきます。OK だね。OK。簡単じゃん。ですね。多分。右と左はあれだね、名前をちゃんとスピードラーさんの名前を見れば大丈夫だね。そうだね。で、コロこれカラーだ。これはまして、ワッシャーをかましてって書いてあったね。純正のワッシャーをかまして、これかましてこうだって。感じ的には。はい。でこっちはそのままか。なるほどね。じゃあ赤い子はいなくなっちゃう感じね。そうだね、赤い子はいなくなっちゃうね。これ私つけた？記憶がないんだけど。つけたじゃん。この赤い人どっか行かないかな。どっかいくらでもあると思うよ、つけられるところ。後ろには箱がいっぱい。なんですかね。SJT の準備備品がうちのガレージにいつもしまってあって、年一で出てくるんで。これほら、去年の SJT で私がゲットした
それこそスピードラーさんそうだねスピードラーさんとボッシュさんゲットしたのよこれ私じゃんけんでこっちもここにネジのとこつけるから一回取んなきゃいけないんだよね多分ね。こういう感じだから。そうだ、ああなるほどね。こうやって多分カラーをここに1枚かましてオッケー入れる感じだから、これも取んなきゃいけない。閉めてね分かんなくなっちゃうんだよね、ネジって。ネジって難しいよね一瞬どっちだろう。時計頭の中で私このネジをこう入れた時にさ、時計を思い出すんだよね、頑張って。どっちから時計を見るかっていう。そうたまに時計と反対に回してるつもりなんだけど、反対じゃないじゃんっていうパターンがある。これは使えないのかな。長さが違うのかだね。一緒だね。ああ違うカラーをかますから長さが違うでしょ。そういうことだよね。そして純正のワッシャーってさないですか。これついてないね。いっかないよ。これね、こういうボルトなのでもうワッシャーがいらないやつなんで、これ入ってるのが交換したからかな。認識次第かなか、そうかもね、交換したからかもしんない。交換したやつに入ってたのかも。こっちか。交換こっからだ、ね、ああそうだじゃあそこ純正の外したことないから、だからやっぱりこのネジがワッシャーいらないやつだからだと思う。純正のワッシャーは見つからないんで、そのままで良いと。これで多分入ります、はい。だからロングテールだとダメとかさ、この角度がある。もしかして長いとか。どうもさ、カラーが短い気がするんだよな。そしたらネジも短くなっちゃうんじゃない。ほらこの時点で入んないもん。届かないもん。届かないっていうのは当たる。車体に当たる。ここに当たってる。フェンダーに当たってるけど。ちょっといろいろやってみたんですけど。はい。これね、この干渉するんだよ。そう、ネジ止める前の時点でテールに当たっちゃってるんです。はい。で、私これロングテールにしてるんで、純正のテールと違う。で、竹のカフェとちょっと比べてみたら、やっぱここがね、後ろにこう伸びる分深くなってるみたいで。そう、要するにこのサイドがこう来て、横のサイドがこう来たところが長い。そう、この私が指がほら入ってんじゃん、ここの部分。そうちょっと長いんだよね、これ。ネジくるくるするところまでねが長くてくるくるするところまでちょっとこのワッシャーがあるので、一回ワッシャーを余分にかましてみようよ。かましていくはいけるんだけど、ネジが足りなくなる。ロングテールだとちょっと厳しい。だからちょっとそのままつけるのにはね、長いネジとワッシャーがちょっと必要。このカラーだと足りない。ネジかまない。ネジかまない。多分ネジが足りない。ネジが足りない。という感じかしら。そうなこんるとなとこに問題があるとは。ネジを買ってくるか、ネジを変えちゃうかというちょっと問題が。はい、ちょっと長いのあるよ、ここに。あんた来たかな。でも長すぎね。長すぎるかもしれないけど、ちょっと見て。それで一回止めてみて。長いの来たよって、この人からパクってきたっていうね今ここについてた。つくはつきそうだね。黒に黒だし。もう当たってる。当たってる。3枚じゃ足りないのか。これでちょうどいい感じになったので、これで17.5だから、まあ18
18ミリあればいいのかな。17でもいけないことはないけど18ぐらいかぐらいのカラーがあればロングテールでも入ると、はい、でネジもその分長くならないといけないのでこれちょうどいいよね。これちょうどよかった。40頭抜き40でいけるロングテール用だったらね。そうね、うん、足してる量が10だから11足せばいいのかな。11足せばいい。プラスね。そうそうそう。はい、じゃあつけていこう。はい。これね、かました分ね。はい。おお。次の一大事大ポーズだ。ちょっとちょうどいいサイズのカラーがね1個しかないからな。そう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 。今出来合わせのものでちょっとちょっと上が下がるかな。こんな感じよ。はい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 。だいたいいい感じだね。上にもオッケー。ついちゃう。ああ全然 OK だね。カッチカチ。じゃとりあえずこれでいいんじゃないですか。触り心地はいいよ。それ大事ね。疲れちゃうからね、じゃないとね。掴み心地は多分いいんじゃない？さあここしか今なかったからさ、すげえいいじゃん。乗せる気ゼロの人がここにいるからね。後ろに人を乗せる気ゼロの人が。自分乗る時どうすんだって話なんだけど。そうだね。いいんじゃない？でも別にあれだね、デザイン的にも目立たないから。そうこれよりいいよ。そうあれより変に目立たなくていいよね。そうで機能的で、うん、はい次はどこ？はい次ちょっとお待ちください。はい次、はい、これはもう簡単でしょうよ。ネジネジするだけだよ。ここね、これ純正？上は純正。上は純正。これ、ここハンドルは変えてるけど上は純正です。なのでハンドルの位置にちょっとマーキングしとこうか。やべえ、どういうことだ？一回緩めるから、黒いペンでいい？黒で見えるかな。黒に黒。これ下の部分にマーキングしとこう。そういうこと。そう。見える？ペンがつきません。まず多分鉛筆の方がわかるかな。ああ、そう逆に。だね。そうだね。本当一箇所分かればもう平気だからさ。下の部分ね、外さない部分を動かさないどこでもいい。もっと下の方でもいい。そうそう。こういうことね。そう。こういうことね。一応反対もやっとく？あ、やっといていいよ。今一箇所あれば平気だけどね。消えた時のこと。こういうことね。オッケー。ここはね交換したことないんだよね。ハンドル交換のたびにね外してはいるんだけどね。この色が変わるとだいぶ目立つね。すごい目立つね。でもさ悪くなくね。こうだ。そうだね。悪くなくね色。こうだ。こういう向きだ。外してつけるだけでしょ。ボルトはついてないんだ。ついてない。だから純正のそのままってことみたいね。なるほど。ボルト黒にしたかったな。それじゃないね。これじゃない？絶対違うね。本当だね。思ってるよりちっちゃいんだね。硬いよ。ちょっと待って。押す方に行っちゃってるからかもね。引っ張る方向にすればいいのにね。六角って折れないっすか？折れないっす。マジで？君の体重ぐらいじゃ折れないっす。傷つかないで大丈夫。硬いね。すげえね。硬いね。2箇所開ければ柔らかくなるんだけど。窒息死するかもしんない。マジで？じゃあやるか。どうやって？ぶら下がったね。ぶら下がったね。そんなに硬い？マジで？なんで？私もねそんな硬いと思ってないよ。いけんだろうって思ってるけどさ。はい。ちょっと待って。あれ、また。よっしゃー。あったよ。はい、じゃあ他の回して。ここが緩くなる。そっち緩めてもしょうがないよね。
やっぱ行くとこはここ？全体的に、じゃあそこやって。行くとこはここ？全体的にもう緩いよもう。そうなの？緩くなるそれだけで。なんないね。嘘つけ。まあ2個緩んだらもう柔らかいんだよ。見てこの。なんか巻けばいいじゃん。手の。タオルから。手の。せーの。あ、緩くなった。ここは緩んだよ。そしたらいけんか。あ、いった。スポッていくから。なんだあの労力は。嘘。何気にトラップが。もうタオルいらなくなる。あ、そうだね。はい。あとはね。はい、それを言おうと思ったの今。早く言ってよ。言おうとしてたんです。早く言って、ちょっとこれでよし。あとまで言ったんだけど。早く言ってよ。よし、取れた。外した。置いた。チェンジ。ある程度合わせるっていうか、ネジを回しとけばいいんだね。動くぐらいまで。締める時大変だもんね。で持っててあげるから、そこでキュッて一箇所仮止めすればもう動かなくなるから。はい。で多分そっちにもずれてるから。そう。このぐらいだね。いつできる。ここだね。はい。対角を締めて。多分1ミリずれても私わかんないと思うけどさ。いやむしろ久しく乗ってないからさ、合ってんのか合ってないのかはわかんないと思うんだけど。左右のずれは良くないじゃん。そうだね。前後は絶対にわからないよ。よし、これ締めていかなきゃいけないんでしょ。でもいいんじゃないの、そんぐらいで。さっき死にそうなぐらい硬かったよ。どうすか。これは目立つね。これ目立つね。なんか「あーき」っていう文字がちょうど入るね。前は隠れてたんだよ、逆に。そうだね。ここがこの間がね狭いからそう文字がね。逆に文字あったんだって思った今。いいんじゃないでしょうか。いいね。意外といいね。これは絶対黒だけど。それは変えよう。ボルトは変えようぜ。悪目立ちするこの金にしてもさらないな、おさわら。そうだね。純正のボルトはちょっといかがなものかなっていう感じだね。そうだね。1個緩めて1個締めて1個緩めてできるからさ。動かないようにね。そうそう。いいんじゃないでしょうかこれ。30の8ミリだったね。はい。です。変えましょう。じゃあ Z は以上ですかね。はい。この子につけるのはその2つ。はい。今日はこのバーとこうねギザギザしてるよね、自分は。あ、本当だね。滑んないようになってんだね、ちゃんと。ああ、本当だ。滑んない滑んない。ギザギザしてて握り心地のいいこのサイドのバー。そう、これがなくなるだけいいよね。ビヨーンってね。ね。そう。意外とこのバイクに合う。色がね、こうだんだん増えてきたからね、これ自身が。そうだね。私の50周年自身が黒でまとめるとか言ってたはずが、どんどんカラーがどんどん増えていったんで、ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい。じゃああやさんは早く足を直してバイクに乗れるようにしましょう。なんでかな。実はね、あやさんちょっと前からですね、足がですねしびれて痛い現象に発生してましてですね。おばちゃんみたいなこと言わないでくれる。ですね、バイク乗ろうとしてもですね、実は乗れないんですよ。ちょっと季節がね良くなってきたなと思って、そろそろ乗ろうかなと思ってた矢先、なんかね右足がしびれるっていうね。ということで、はい、変わったバイクにいち早く乗れるように体を万全に直したいと思います。で 25R は次の動画でやりたいと思います。長くなっちゃったからね。はい。終わりました。以上ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく。高評価、コメント。
もよろしく、じゃあね、バイバーイ。バイバイ。